Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい、今日もこの動画を見に来てくださってありがとうございます。はい、今日はですね、一人で話すポッドキャストです。はい、なので動画を見ながらでもいいし、音だけでも全然大丈夫ですので、今日もたくさんの日本語を聞いていってください。みずきです。チャンネル登録お願いします。はい、じゃあ今日は何について話すかと言いますと、はい、前回の動画でですね、配給について話したかなと思いますので、今日は、私の2番目に好きなアニメについて話したいなと思います。はい、2番目に好きなアニメはワンピースです。はい、こちらですね。はい、ワンピース。これは漫画なんですけど、ワンピースは漫画もアニメもありますので、いいかなと思って紹介してみます。はい。ね、すごく有名ですよね。日本でももちろん有名ですし、人気ですし、でも日本以外の国でもですね、すごく有名で人気なアニメ漫画かなと勝手に思っております。はい、皆さんはどうですか？ワンピースって読んだこと見たことありますか？それとも少なくとも聞いたことありますか？はい、で私はですねワンピースは子供の頃ですね、初めは漫画で読みました。はい、もちろんアニメより漫画の方が先ですので、はい、漫画で読みましたね。うん。中学生の時だったかな。はい。そう、すごく、今よりももっともっとワンピースが大好きで、自分でワンピース買ってました。はい。お金出してね。漫画買ってたんですよ、まずね。はい。で、漫画ですね。確か70巻ぐらいまで買ってたんですけど、はい。でも途中で、そう、前回話した配給も好きになって、で、配給も漫画を買ってたんですね。で、ちょっとその時学生だったので、あんまりお金がなくて、はい。で、ちょっとどっちかだけにしないと厳しいなって思って、その時は配給の方が好きになっちゃったので、配給を買うことにして、そうでワンピースを買うのをやめちゃったんですよね。はい、で70巻ワンピースあったんですけど、それをまさかのね、古本屋に売っちゃったんですよね。その時は学生でもうね、お金欲しかったんですよね。はい。で、今となってはもう何やってるんだっていう感じなんですけど、そう、売っちゃったんですよ。70巻まで揃えたのに。ね。はい。で、その時漫画売っちゃったんで、その後から、続きからはアニメをずっと見ていました。はい。で、今そう、パートナーと一緒に住んでいて、で、私のパートナーがワンピース漫画全巻持っていたので、全然良かったかなと思うんですけど、はい。で、アニメについてはですね、最近また私は一から見始めました。はい。そう、ずっと見てたんですけど、数年前に、そうですね、アニメ見るのをやめてしまって、で、そこからあんまり見ることができていなくて、でもやっぱりまたね、見たいなっていう気持ちはあったので、そうですね、うん。結構時間も空いちゃったので、そう、ちょっとね、忘れている部分とかもあって、じゃあこの機会に最初から見ようかなって思ってね、ワンピースアニメ今1000以上あるんですけど、一から見始めていますね。はい、今どうだろう、200話とかもう見ました。はいはいね、そういう感じで、そう、ワンピース、ね、見たことない人にとって見たいけど、ちょっと、長すぎるなって思う人もやっぱりね、いると思うんですよ。長すぎて、なんかもう今から見るの
ちょっと抵抗あるなっていう人もねいると思うんですけど、やっぱりねそれぐらいずっと続いてるってすごいですよね。ギネス記録持つぐらい長いですし、でもずっと人気ですし、じゃあなんでそんなにね、みんなに飽きられずにずっと人気でそんなに長い期間ね人気なんだろうって、いうところですよね。やっぱりワンピース好きな私にとってはその長いからっていう理由だけでちょっと、見ないっていうのはもったいないんじゃないかなって勝手に思ってます。はい。で、皆さんそれぞれもちろんいろいろな意見があって全然ねいいんですよ。いいと思うんですけど、もし少しでも興味があって長いっていう理由だけでちょっと見てないよっていう人がいたらぜひ見てください。はい。で、自分の目で見てみて、やっぱり、そんなに長く見られないなって思ったらやめればいいと思いますし、で見てみて、なんか長くてやめようって思ったけど面白くてちょっと見ちゃってるっていう人はそのままね見ればいいかなと思いますし、とにかく見てみてから自分の感想を確かめるっていうのでいいんじゃないかなって思っております。はい。で、ちょっと話はそれるんですけど、食わず嫌いっていう言葉があります。これは食べ物なんですけど、例えばじゃあ、ピーマンっていう野菜があります。で、食べたことないんだけどなんか苦そうだしちょっと見た目も好きじゃないし好きじゃないっていうそういうようなことを食わず嫌いって言います。食べたことないんだけど嫌いっていうことですね。はい。でこれがそうさっきの話にも言えるかなって思って紹介したんですけど、やっぱり見たことないけどなんとなく長いから嫌だなっていうそういう食わず嫌いをしないで、もしちょっとでも興味があったら、ね、好きか嫌いか知らないっていうのはもったいないと思うので、見てみて自分がどう思うか確認する知るっていうそういう経験もねいいんじゃないかなと思います。はいっていう感じですね。で全然まだ詳細話せていないので長くなりそうなんですけど続けますね。はい。そうで、さすがにちょっとね、アニメについてとかだとメモが必要なので、ここにメモしてて、今日は確認しながら話しているので、全然動画見なくても、耳だけでも大丈夫です。はい。で、じゃあ、どうして私がワンピース好きなのかですよね。そうですね。まず一つ目は、壮大な冒険の世界っていうのがあります。はい。なんかワンピースって目標とする島があって、でそこに行くとワンピースがある、なんか宝がいっぱいあるっていうのがあるので、ルフィたちはそこを目指しているんですけど、そこに着くまでに本当にいろいろな島があるんですよね。はい。で、現実では私たちは経験できないようなすごく壮大な世界が広がっていて、で、一つ一つの島で本当にいろんなストーリーがありますし、そういうのを見ていて、ね、自分だけでは現実では経験できないようなことをそのアニメを見て経験できるっていうのですごいなんかワクワクするなっていう感じですね。はい、なんですけど、一方ではなんかところどころそう現実とリンクしているところがあって考えさせられるなーっていう部分があるんですよ。そういう部分も好きだなって思います。はい、どういうことかと言いますと、例えばですよ。例えばなんか古代兵器っていうものがワンピースの話の中でちょこちょこ出てくるんですけど、そのアニメでいう古代兵器って勝手なね個人的な意見なんですけど、現実世界でいう核っていうちょっと危ない兵器をなんかそのことをちょっと考えられるかなって考えさせられるかなって思いますね。はい。
なので古代兵器の話に触れることで、現実世界の核について考えたりで、それについて自分の意見が出てきたりっていうね、そう現実世界とちょっとリンクしているっていうところですね。はい。あとは何でしょう、なんかある島ですごく水が多い、ね、海に囲まれていて、で、1年に1回そのアクアラグナっていうすごく高い波が来てしまうので、その町の半分ぐらいが水に埋もれてしまうから逃げないといけないっていうシーンがあるんですけど、そこはやっぱり、日本で考えると津波のことなのかな。もちろんね、全く同じではないと思うんですけど、その津波のことを考えさせられるなっていうところですね。そういう風に一見全然現実とは違うような世界が広がっていてね、まあ全然面白いんですけど、現実とは関係ないかなって思ってもやっぱりちょこちょこそのリンクしている部分はあるので、そういうところでいろいろ考えたりとか、して、そういうのも楽しいなと思います。はい。っていうのがそう世界観についてなんですけど、でまあもちろんもう一つ好きな理由としてはやっぱりね、個性豊かなキャラクターですよね。はいね、すいません、ちょっとこれも読みながら話すんですけど、はい。で、ルフィの海賊団たくさん仲間がいます。でたくさんいるんですけど、みんなそれぞれがそれぞれの夢を追いかけてるんですよ。これも好きだなって思います。なんか他の、ワンピースの中に登場する結構悪い海賊団もいるんですけど、そういう海賊団でよくあるのがやっぱり、船長についていってで、そのリーダーにただ言われたことをやってるリーダーのために戦っているっていう海賊団も結構ねたくさんいるんですけど、ルフィたちはそうじゃなくて、ルフィもそれ以外の仲間たちもみんな自分の夢があって、海に出た理由があって、それをそれぞれ追いかけてるんですね。はい。なので、一見チームワークはなさそうなんですよ。そう。みんなね、バラバラ一人一人夢がある。それに向かって頑張ってる。でも一緒にいる。はい。なので、チームワークはなさそうなんですけど、でも実はやっぱりみんな仲間思いですし、すごく情に熱いので、そこもね、すごくグッとくるところではありますね。はい。特にルフィが、情に熱いなって私は感じます。はい。もちろんね、みんなすごくいい人で情に熱いなとは思うんですけど、はい。例えばルフィはですね、なんか仲間を見捨てないとか、信じてるとか、そういう感じかなと思います。はい。なんかちょっとすいません、ネタバレにはなっちゃうんですけど、ごめんなさいね。例えばキャラクター、仲間をまだ集めている時に、ロビンっていうキャラクターがいて、で、少しまずロビンは仲間になっていたんですけど、途中で、ちょっともうあなたたちの仲間ではいられない、さよならって言ってロビンがいなくなってしまう場面があります。はい。なんですけど、ルフィがどうしてロビンがいなくなったのかっていう理由をですね知った途端にやっぱり助けに行くってなるんですよね。それもし多分ロビンが自分の何か夢のためにとか決めて、それを追いかけるために一緒にはいられないっていう理由だったら、多分ルフィは、それを応援して、追いかけなかったかなとは思うんですけど、本当はロビンは仲間でいたかったし、そのさよならって言った理由がルフィたちを守るためっていう理由だったんですね。はい。で、それを知ったルフィはもちろん助けに行きますね。はい。なので、仲間の本音を大事にしてくれているし、仲間のことを絶対に見捨てない、信じているっていうところがすごくね、ルフィのいいところだなって思っています。はい。で、そうですね、あとは諦めないっていうのもありますね。どんなに強い敵と戦っていって、で、何回なんか血が出て何回倒れても死んじゃったらアニメ終わっちゃうので、そう言ったらそれはそうかもしれないですけど、
絶対に諦めないですよね。どうやったら倒せるかね、考えて戦うし、最後まで諦めないっていうところもすごくいいなって思います。はい。あとはですね、なんか海賊っていうとちょっと悪いイメージがありますよね。もちろん本当に、日本の昔ですね、歴史をたどると海賊っていうのがいて、でもちろん悪い存在として、知られていました。で、そんな感じで、そのワンピースの中にも悪い海賊たちはいっぱいいます。ルフィの海賊団以外の人たちで、なんだろうな、誰か一般市民たちを奴隷のように扱って、お金とか食べ物とかをその人たちから巻き上げたりとか、怖い思いをさせて従わせる奴隷のように扱ったりとかで、もちろん仲間のこともなんだろうな、駒としてしか見ていない、自分の思い通りに動かせる、そういう風にしか見ていない、そういう海賊ももちろんねたくさんいるんですけど、ルフィたちはちょっと違う、そういう悪い海賊ではないっていうところですね。そういう情に扱ったりとか、あとは何でしょう、全然自分の仲間じゃなくても何か困っている人がいたら全然ねすぐ助けるとか、そういうのもありますし、そういうなんだろうな、みんな夢を持っていたりとか、あと仲間を信じていたりとか、困っている人には助けたり優しくしたりとか、そういう風なところがあるので、ルフィのそういう姿を見てみんな仲間たちもついていくっていう感じなのかなって思ってます。はい、それがねすごく見ていていいなって思いますね。はい。で、あとはそうですね、もちろんいろんな島がありますので、島ごとにキャラクターごとに本当にいろんなストーリーがあって、でまたこれも背景ストーリーがあって、でそこで、感動するっていうのもありますね。何回も言ってる伏線回収とかそういうのもあります。はい。で、ちょっとまたね長くなりましたけど、最後にじゃあ私が一番好きなセリフの一つ、いっぱいあるので今日は一つだけ紹介して終わろうかなと思います。はい。で、そのセリフが俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信があるです。これはルフィの言葉です。はい。もちろんアニメで使っているセリフで何々ねえとかそういう言葉はなんだろうな、現実だと男の子が使う時もあるかなっていう口調になりますので、丁寧な言葉ではないので、日本で例えば初めて会った人に使うとかはやらない方がいいとは思うんですけど、アニメのねセリフとしてあります。はい。もう一度言います。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信があるです。丁寧に言い直すと、僕は助けてもらわないと生きていけない自信がありますっていう意味です。はい。で、これがなんかすごいなって思ったのが、ルフィってやっぱりそのチームの中では一番強い存在ですし、で敵と戦う時は、絶対に負けない、絶対に勝つって言い切るぐらい自信があるっていう、そんな感じなんですけど、でも、それ以外で例えばその時に言うのが、ルフィは料理もできないし、船を目的地までね操縦することもできないし、狙撃もできないし、剣も使えないしっていうので、自分のできることできないことっていうのをちゃんと分かっていて、できない部分はもう仲間に頼るというか、仲間を 100% 信じているというところですね。なので上下関係とか絶対にないですし、その他の海賊であるような奴隷関係とか上下関係とかそういう感じではないので、もちろんね決断するときは決める。でルフィが決めたことには、みんな結構ちゃんと納得してついていくっていう感じではあります。はい。なので、決めるときは決めるし、敵にはもちろん自信満々に戦っていくんですけど、できないことは自分でも分かっていて、それを仲間に託して信じている、そういう関係がいいなとも思いますし、そういうルフィの考え方がすごく好きだなって思ってます。はい。なんかなんでしょうね、現実でもこの言葉は
なんか、使えるんじゃないかなと思って、会話で使えるとかではないんですけど、考え方ですね。例えば、もちろん人間一人で生きていくのはできないと思っているんですよ。はいね。親に助けられたりとか、そう家族に協力してもらったりとか、辛い時に友達に話を聞いてもらったりとか、やっぱり、もう仕事もそうですけど、一人でできることって限られていると思います。で、なので、自分にできることは自分がやって、で、頼る時は頼って、でそこに感謝して信じて、そういうことが人生でもできたらいいなって私は個人的に思ってます。はい、そんな感じですかね。すいません、ちょっとワンピースもですね、話したいことがあちこちたくさんありまして、ちょっとメモしてそれ見ながら話してたので、なかなかちょっとずっとカメラ見ながら話すっていうのは今日はできなかったんですけど、ポッドキャストとしてそう聞いてくださったら嬉しいかなと思います。はい、じゃあどうでしょうか。皆さんも何かワンピースについての意見だったり感想だったり、あったら教えてください。はい、全然ね見たことがないよっていう人はですね、この動画を見て、感じたこと、思ったこと送ってくれたら嬉しいなと思っております。はい、じゃあ今日はここまでにしようと思います。皆さん今日も、来てくださって聞いてくださってありがとうございました。それじゃあまた次回お会いしましょう。またね。See you later. バイバーイ。